アフリカ大陸北西部大西洋に面した広大な砂漠地帯、 Google マップで西サハラと表示されるこの地域は境界線が点線になっていることからも分かるように、その領有権をめぐる問題はスペインの植民地支配が終わった1970年代から50年経った今でも解決していません。日本から遠く離れた西サハラで今何が起きているのか、アフリカ最後の植民地とも呼ばれる西サハラについてその実態を見てみました。皆さんこんにちは、朝日です。モロッコの旅の動画すべて投稿が終わりまして、たくさん見ていただきありがとうございました。直近の6本くらいが西サハラの映像になっております。それらを見ると分かる通り、モロッコのお金を使うし、モロッコの SIM カードが使えるし、モロッコの人たちがいて、モロッコの警察がいる。そこはモロッコでした。しかし皆さんこれはご存知でしょうか。西サハラをモロッコ領だと認めている国は世界で2カ国しかないんです。アメリカとイスラエル。では反対にモロッコと対立するポリサリオ戦線と呼ばれるこのグループについてはどうでしょうか。彼らは西サハラの先住民サハラウィという人たちの中で独立を目指すグループで、一応これ誤解しないでほしいのは、サハラウィ全員が独立を目指しているというわけではないんですね。ポリサリオ戦線はスペインからの独立を目指してサハラアラブ共和国、通称 SADR という国を建国して、その SADR を承認している国はなんと最大時で84カ国もあったんです。その後にモロッコとの関係を悪くしたくないと思った国は承認を撤回していって、現在では世界で少なく見積もっても40カ国は承認している国があると言われています。モロッコを承認している国よりは圧倒的に多いわけです。それなのになぜモロッコは50年近く西サハラを支配することができているのか。そこにフォーカスして自分が実際に旅をして感じたことや得た情報をもとに西サハラ問題についてお話ししていきます。西サハラ最大の町ラユンで出会った22歳の彼はポリサリオ戦線の家系で育った独立活動家です。モロッコ支配下での彼らの暮らし、その現状を語ってくれました。Is it? This is flag Western Sahara. Okay, you both Yes. Sahrawi, Yes. Arab Sahara. Yes. Actually, I want to make video of Sahara Arab. This is not Moroccan police. Not this Yeah. Is It's mine. problem. You know. I read the news News. when you talk about Sahara Arab Republic. Yes. The police catch you up Yeah. and, You, like okay. This fight. fight. This fight. Wallah. Is that true? Wallah, true. This fight. I am fighting the police every 2016. I am fighting kids. Yes. Fighting police Moroccan. Okay. 彼が言うには2010年から2018年まで毎年警察と争っていたそうです。それから当時のニュース映像をいくつか見せてくれました。 This is video fighting 2010 Polisario, you know. Polisario, I know. Yes. All Polisario? Yes, this is Sahrawi person, Sahrawi. Okay. Fighting Moroccan. 2010. 2010, look in this. Wow, This is gas. Yeah. Gas, come. Yes. Gas. このキャンプは2010年にラユーンで暮らしていた独立活動家が不満を訴えるために郊外で設営を始めたもので、数週間後にはその数はなんと1万人以上に膨れ上がりました。彼らの最大の目的は西サハラの帰属をめぐる住民投票の実施です。この映像からさらに遡ること約20年、1991年、国際連合は西サハラ紛争を終わらせるために住民投票の実施を提案しました。ポリサリオ戦線はこれに同意し、停戦を約束。住民投票の準備と停戦監視を行うための国連組織ミヌルソがラユーに設置されましたが、モロッコは住民投票の実施を拒否し続けていました。そして抗議キャンプができてからわずか1ヶ月後にモロッコによる軍事作戦により強制的に排除され、キャンプの幹部たちは捕らえられ、現在もモロッコの刑務所で服役しています。当時7歳でこのキャンプで暮らしていた彼は、その時見た光景を地獄だったと語ってくれました。 Looking person Sahrawi police Moroccan. This is La'yun. 2016. Looking person Sahrawi police Moroccan. Grand person fighting.
This is not normal. Order. Old man. Order. Working men also. になるそう。Working police coming. Men also not giving Help. Help. This police Moroccan not normal. يعني live come Palestine. Israel Palestine. yeah. Sahara Morocco. It's the same situation. This station. This is two country. This is not live and free. You know. 現在彼はこのカフェで働いていて、活動家だから嫌われているという印象はありませんでした。ただ多くの活動家はモロッコ社会で生きていくためにそれを隠しているようにも思います。あるサハラウィにここはモロッコですかと聞いたとき、少し間を置いてはいとスペイン語で返事されました。それまでアラビア語で話していたのに、急にスペイン語に変わった違和感と彼の表情から感じたことは、たとえ反対意見だとしても口にできない人はいるだろうし、それを禁句にしているというモロッコ社会の言論の自由、これはあまりないなというふうにも思いました。ちなみにモロッコのカフェに入ると大抵テレビがあってガザのニュースをやってます。パレスチナの惨状を伝えてるんですけど、外交面ではイスラエルといい関係なのに国民感情はイスラエル批判がほとんどなんです。街中でパレスチナ解放デモをやってるのも見ました。イスラエルは西サハラをモロッコだと認めた国なのに、国内ではイスラエル批判をするんだという矛盾、本音と建前、外面と内面は全然違うということを感じました。これこそがスペイン領メリリアで出会った不法移民のモロッコ人が言った言葉、モロッコは正義じゃないという意味なのかもしれません。ではなぜモロッコは西サハラを占領し続けることができるのでしょうか。西サハラでモロッコが力を入れている産業からそのポイントを見ていきましょう。西サハラは風が強い日が多く、風力発電には最高の立地です。モロッコはこれを生かし大規模な風力発電所を次々と建設。というのも現在モロッコはグリーンエネルギー大国になる目標を掲げており、余剰電力をヨーロッパへ輸出する計画を進めています。ヨーロッパは今ロシアの天然ガス依存からの脱却を目指しており、信頼できる新たなエネルギー供給源を求めています。モロッコはアフリカ大陸で唯一海底送電ケーブルでヨーロッパとつながっている国で、ジブラルタル海峡で1998年から送電は始まりました。当初はモロッコが電力を輸入する方が多かったんですが、2010年以降から徐々に逆転していき、近年ではモロッコがヨーロッパに電力を輸出するようになっています。もちろんヨーロッパ全体から見れば供給量はまだ小さいですが、その戦略的な価値は数字以上のものがあります。さらにモロッコはこれをイギリスまでつなげる計画を進めており、完成すれば約 3800km、 世界最長級の海底ケーブルとなります。ヨーロッパやイギリスがモロッコからのエネルギーに依存するようになれば、供給の安定性を優先し、西サハラ問題でモロッコを批判することはより難しくなります。こちらが世界最長のベルトコンベヤーです。砂漠の中から港まで100キロあるそうです。これに輪鉱石を乗せて運んでいるということなんですけど、あまり知られていませんが、モロッコは輪鉱石埋蔵量世界1位で、世界の7割はモロッコが保有しています。現在輪鉱石生産量世界1位は中国ですが、これが枯渇すれば輪における世界の覇者はモロッコということになります。7割の埋蔵量のうちモロッコ北部に 65%、 西サハラは 5% ほどで、数字的にはわずかに見えますが、これも電力事業と同様に数字以上の価値を持っています。輪鉱石は農業用肥料の主要原料で、私たちが毎日安定した品質の食事を摂るためには不可欠です。さらに西サハラにはスペインが残したベルトコンベヤーによって内陸から港まで 100km の輸送を低コストで実現させています。この資源とスキームを握ることで、西サハラはモロッコの一部として機能しているという既成事実を国際社会に積み重ねる戦略となっています。そして最後の内容は日本と最も結びつきが強い産業です。みんな漁師さんですね。
こういう小屋に住んでます。多分300人ぐらいが集まってるんじゃないかな。モロッコの各都市からここに出張で漁業しに来てるっていう感じでしたね。タコ壺が多いからタコがたくさん取れるんかな、この辺は。西サハラ沿岸の水域は世界トップクラスの優良な漁場で、特にタコはその多くが日本に輸入されています。財務省のデータによると、日本のタコの輸入7割はモロッコとモーリタニアから来ており、これは地図が示す通り西サハラ水域でタコが多く取れることが分かります。これを利用してモロッコは外国と漁業協定を結ぶ際に西サハラ水域をモロッコの水域の一部として協定に含めてきました。外国の漁船に西サハラ水域での活動を許可し、そのライセンス料を得るなどの莫大な利益を得ています。 EU 司法裁判所は西サハラの資源を利用するためにはサハラウィ代表者の同意が必要であると判決を出していますが、モロッコは西サハラで採れた資源をモロッコ産と表記したり、モロッコ本土を経由させるなどのやり方でこの判決には従っておらず、実態はEU の漁業関係者がモロッコにライセンス料を支払い、西サハラで活動している部分もあります。日本政府は西サハラを独立国としては承認しておらず、モロッコの主張にも同意はせずに、この問題は住民投票によって決められるべきであると国連や司法裁判所の枠組みで中立的な立場を維持していますが、仮に西サハラで採れたタコがモロッコ産だと表記されていても、それを問題にすることはせず、モロッコに対して水産協力を行うといった有効な関係を維持しています。そしてこれは漁業ではありませんが、モロッコの首都近郊には経済特区があることを皆さんはご存知でしょうか。ルノーやステランティスといった自動車メーカーはここで生産を行っており、これに関連して日系の自動車部品メーカーが数多くモロッコに進出しています。こうした経済的な結びつきがあるため、日本政府にとってはモロッコの主張に反対し関係を悪化させることのデメリットは大きすぎる現状となっています。モロッコは先進国のニーズを満たすようにうまく付き合っていくことで、主張が認められなくても住民投票を拒んでいても実効支配を続けることができています。これこそがなぜモロッコは西サハラを占領し続けられるのかというこの動画のテーマに対する答えであり、モロッコにとって西サハラはただの砂漠地帯ではないということがお分かりいただけたと思います。正直に言うと、この内容で動画を作ることはほとんどのモロッコ人にとって嬉しくないことで、今回モロッコを旅して数えきれないほど多くの親切をいただいたので、罪悪感というか不義理な気持ちはあります。でもせっかく貴重な話、独立活動家の話を聞けた、彼のインタビューをボツにするのも違うなと思っていて、今回こういう内容でまとめてみました。自分の国を占領されて、それを抗議すれば投獄されたり国外へ追放される状況、皆さんはどう思いますか？国際社会が助けるといって間に立ってますけど、実際これはパフォーマンスのようなもので、もう30年以上が経っています。どんどん手遅れになっていっている現状です。住民投票をサポートするミヌルーソの本来の任期満了は2025年10月31日だったんですけど、予想通りこれは1年延長されました。ミヌルーソは何も助けてくれないといった彼の話の通り、国連の平和維持活動の中でも費用対効果が最も疑問視されるミッションの一つです。国連側はミヌルソを撤退させると停戦協定が崩壊して大規模な戦争に逆戻りするリスクがあると主張してるんですけど、これはポリサリオ側からすると国際社会は何も助けてくれない、だったら自国を取り戻すためには戦争するしかないと捉えられてもおかしくない主張にもなっています。こういう背景から2020年にゲルゲラットというモロッコから西アフリカにアクセスする唯一の国境検問所、ここで活動家による非暴力の道路封鎖のデモが起きたということです。ということで今回の動画はモロッコを自転車で旅した視点から見る西サハラ問題の解説でした。結論、旅行で行くモロッコは最高の目的地の一つです。ということで今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画で会いましょう。さよなら。